患者の症状が悪化している。検査結果で他に異常は？レントゲンももう一度確認しろ。スーパーのレジ打ちとして働く俺は、ある日急に倒れた常連さんの救急搬送に付き添った。しかし救急車で処置の判断が難しく、症状が回復しない。病院に到着しても、オペ室前で医師や看護師が処置方法について頭を抱えている。くそ、なんでこの処置で回復しないんだ。いや、何か見落としてるはずなんだ。しかし、俺の処置で患者を悪化させたとなったら。医師の顔にも焦りが見える。その様子を見て、俺はいても立ってもいられなくて立ち上がっていた。検査結果、見せてもらえませんか？俺がやります。俺の名前は宮崎純、42歳。スーパーでレジ打ちの仕事をしながら、妻の鈴と二人暮らしをしている。以前は別の仕事をしていたのだが、あまりの激務で家に帰れる時間も少なかった。睡眠や食事もあまり取れていなかった。若い頃はそれでもなんとかなっていたが、年を重ねるごとに体も持たなくなっていたのだろう。ある日、俺は過労で倒れてしまった。その連絡を受け駆けつけた時の顔面蒼白な妻の顔は、今でも思い出すと胸が締め付けられる。あなた、仕事をしばらくお休みしたらどう？病状が落ち着き、自宅で療養していた俺に妻が声をかけてきた。でも、俺が働かないと生活もあるし、お金のことなら貯金してあるし、私も働いているから大丈夫。それよりあなたが倒れる方が心配。また元気に仕事をするためにも休むってことを覚えてほしいな。そういう妻の説得もあり、俺は以前の仕事を一度休むことにした。とはいえ、妻の稼ぎに甘えて生活するのも申し訳ない。主婦として一日家にいることにもなれず、外で何か仕事をしたいと思っていた。そんなある日、買い出しのために家の近くのスーパーに行くと、レジ打ちの広告を見つけた。なあ、すず、このスーパーのレジ打ちの仕事をやってみようと思うんだけど。そこのスーパー？ああ、ここなら距離も遠くないし、時間も遅くまでにはならないだろう。俺がそう言うと、妻は顔をじっと見つめて、最近は顔色もいいし、体に負担をかけず短時間ならいいと思うよ。と、体を気遣いながら働くことを了承してくれた。それからしばらくして、無事にスーパーのレジ打ちとして採用されることになった。最初は家からの近さや待遇を見て応募した仕事だったが、お客さん一人一人とコミュニケーションを取れることが楽しく、やりがいを感じるようになっていた。特に相手の表情を見て何か商品を探している時に声をかけたり、買い物の量が多い時には車まで運んだりと、お客さんや状況に応じて行動しなければならないところがいい勉強につながっていた。その上、今は定時にしっかりと上がり、妻との時間も作ることができている。自分のやりたかった勉強をする時間も少しずつだが取れるようになってきている。仕事に追われていた頃ではできなかったことができる。その充実感で俺は毎日満たされていた。レジ打ちを始めてから1年ほど経つと、常連のお客さんとも仲良くなってきた。中でも月野さんという年配の常連さんと仲が良く、来てくれるたびに話が弾む。宮崎さん、この前勧めてもらった減塩のお醤油、あれよかったわ。主人も大満足で。月野さんのご主人、食のこだわり強いって言ってましたもんね。そうなのよ。病気してから塩分減らそうとしてるんだけどね、味が薄いっていつも怒られちゃって。今回のお醤油は良かったみたい。ありがとう。またいいのあったら教えてちょうだいね。と、月野さんに相談されて、たびたび商品を勧めるようにもなっていた。そんなある日のこと、月野さんがちょっとやつれているように感じた。月野さん、ちょっと痩せました？わかる？ちょっと最近胸焼けがして、あんまりご飯が喉を通らないのよね。どうやら近頃流行っている感染症のせいで、なかなか病院にも行けていないらしい。仕方ないから自分でお薬でも買って飲んでみようかしらとも思うんだけど、何がいいのかわからなくって。胃なら胃腸薬だと思いますけど、
深刻な病気でも一旦はそれで治る方もいるんで、市販の薬で治っても検査はちゃんと行ってくださいね。あら、そうなの？宮崎さん詳しいのね。お医者さんみたい。病院で見てもらえるまで胃腸薬で様子見てみるわ。その後、なるべく消化のしやすい茶碗蒸しや煮魚、うどんなどを食べることを勧めて、その日はスーパーから帰る月野さんを見送った。それから1ヶ月ほど経ったある日、いつものようにレジ打ちをしていると、月野さんが久々に買い物に来てくれていた。月野さん、お久しぶりですね。宮崎さん、ご無沙汰してます。あの後ね、胃腸薬で一旦は良くなったんだけど、主人が心配だからって家事とか代わってくれてて、久々に来たのよ。旦那さん優しいですね。その後病院には行けました？なんとかそこの大学病院に予約取って行けたんだけどね。胃腸薬で良くなってて、レントゲンも問題なさそうだから大丈夫でしょうって、今はお薬出してもらって様子見てるのよ。そんな話をしていた時だった。急に月野さんがお腹を押さえて苦しみ始めた。月野さん大丈夫ですか？顔が青ざめて冷や汗が出ている。月野さんがしゃがみ込む様子を見て、とっさに、誰か救急車を呼んでください！ 119 です！早く！と叫んでいた。周りのお客さんがスマホを取り出すのを見てから月野さんを横にする。息はちゃんとしている。脈拍は110くらいか。少し早い。救急車10分ほどで到着するそうです。ありがとうございます。月野さん、聞こえますか？月野さんの顔を横に向けながら必死に呼びかける。この体勢辛くないですか？大丈夫ですか？もう少しで救急車来ますからね。頑張ってください。俺の声に何事かと人が集まってくる。人だかりの中から慌てた様子で店長もやってきた。宮崎くん、これは一体。月野さんが倒れてしまって、今救急車は呼んでもらってるので、店長は救急隊が通れるように道開けといてもらっていいですか？わかった。お客様、すみません。こちら通れるようご協力お願いします。焦りながらも対応してくれている声を後ろに聞きながら、俺は月野さんへの呼びかけを続けていた。まもなく救急隊が到着した。誘導をお願いしていたこともあって、速やかに月野さんが救急車に乗せられていく。俺は、店長、俺月野さんに付き添っていくんで、後のことお願いします。と言うと、月野さんと一緒に救急車に乗り込んだ。救急隊員に俺の知っていることを伝える。名前は月野恵子さんだったと思います。年齢は60歳前後。息はしていますが脈拍が少し早いです。吐いてはいません。1ヶ月ほど前からお腹の痛みと胸焼け、食欲不振を訴えていました。病院ではレントゲン検査を受け、その時には異常なしだったと聞いています。検査は大学病院で受けたそうです。かかりつけ医はわからないです。それを聞いた救急隊員がすぐに大学病院に連絡をし始めた。別の救急隊員が感心した様子で俺に話しかけてくる。ずいぶん慣れているというか、詳しいですね。医師の方だったりしますか？ああ、いえ、今はただのスーパーのパートです。たまたま月野さんが常連さんで知っていただけで。そうなんですね。助かりました。そんな会話をしながら、目の前で苦しそうに顔を歪ませる月野さんを、俺は見ていることしかできなかった。その後10分くらいで大学病院に到着し、月野さんは中に運び込まれていった。俺も付き添いとして病院の待合室に通された。やがて検査や処置の結果を待つ俺のところに医者がやってきた。慌てて立ち上がり、もう終わったのか、かなり早かったな、と思いながら顔を上げると、目の前に見たことのある人物が立っていた。この病院の医師の並木だ。並木とはちょっとした知り合いだ。宮崎、お前が俺に頭下げる日が来るなんてな。と満足そうに俺を見てニヤニヤしている。今何の仕事してんだっけ？月野のばあさんの付き添いってことは介護士とかか？スーパーでレジ打ちしてるよ。並木は一瞬目を見開いて驚くと、スーパー？お前が？と馬鹿にしたように笑ってきた。俺はそんな並木の態度に
呆れて物が言えなかったが、あまりにも俺の前でとどまっているので、並木、月野さんが待ってるんだ。そろそろ診察に戻ってくれないかと声をかけた。いやー、月野さんが以前通院した時の検査結果も残ってたしね。もう処置の指示は完璧に終わらせてきてるよ。君と違って俺は合理的で完璧だから対処も迅速なんだよ。まあそれでも処置が終わるまで会えなくて心配だろうし、最後にもう一度宮崎が頭下げてくれたら様子見てきてやるよ。並木の患者よりも自分優先な態度に怒りを覚えたが、命には変えられないとぐっとこらえて俺は頭を下げた。並木、頼む。月野さんを見てきてやってくれ。その態度に満足したのか、並木は、わかったよ、と言うと、また処置室に向かっていった。並木とのやりとりから30分くらい経った頃、あたりがドタバタと騒がしくなってきた。周りの医師や看護師が慌てている。他に急患かと思いながら様子を見ていたが、救急車のサイレンは聞こえてこない。待合室に再び入ってきた並木に、看護師や他の医師が駆け寄っていく。並木が青ざめた顔で口を開いた。患者の症状が悪化している。検査結果で他に異常は？レントゲンももう一度確認しろ。看護師の持ってきた検査結果と複数人の医師がにらめっこを始めた。病状を見誤ったのか？俺はただただその様子を眺めているしかできなかった。どうするんだ。このままでは月野さんが。くそ、何か見落としてるはずなんだ。なんでこの処置で回復しないどころか悪化してるんだよ。並木も苛立ちと焦りが隠せない様子だ。しかし直後、彼は信じられない言葉を吐く。俺の処置で患者を悪化させたとなったら、この後に及んで自分の保身か。ふと聞こえた並木の自分本位な発言に、俺はもう我慢ができなかった。俺は気がつくと立ち上がり、医師たちのもとに駆け寄った。その検査結果、俺にも見せてもらえませんか？いいから見せてください。そう言って無理やり月野さんの検査結果を見せてもらった。医師たちはあまりの剣幕に気をされて、俺に検査結果を渡す。本来なら患者のプライバシーに関わることだが、今はそうも言っていられない。ここの数値とここの数値、以前の検査でも若干基準値を超えているが、今回の方が明らかに高い。それにレントゲンのここ、ちょっと見えにくいが、以前よりも今の方が影が広がっている。多分これが胃痛の原因だ。場合によっては全摘出しなければならないと思う。俺の言葉に周りの医師がざわついている。胃の全摘出。これを行わなければならないとなると、かなり難しいオペになるからだ。並木、お前なら。と並木の方を向くと、自分の推測を超えた想定外の事態に青ざめて手が震えている。俺にも無理だ。ぼそっとつぶやいた並木の声が耳に届いたとき、俺は決意を決めた。わかった。俺が執刀する。一瞬の静寂の後、周りがざわつき始める。そのざわつきを破ったのは並木の声だった。無理だ。お前はもう医者じゃないだろ。でも月野さんの症状は俺が今一番理解している。それでもだ。1年レジ打ちしてて刃物すら握ってないお前に何ができるって言うんだ。じゃあお前がやるのか？俺がそう言うと並木は黙ってしまった。救えるかもしれない命があるんだ。並木がやらないなら俺がやる。そのやりとりを見ていた周りの看護師や医師からも声が上がる。そうですよ。宮崎さんにこのオペを頼みましょう。しかし外部の人間にオペを任せるのは。すると一人の看護師が声を上げた。この病院で一番のベテラン看護師だ。今この場で任せられるのは宮崎さん。いえ、宮崎先生しかいません。この方は数年前までこの病院の外科医でした。並木先生と同じ。いえ、並木先生以上の腕の持ち主と評判だったんですよ。当時を思い出したのか、並木はぐっと唇を噛む。看護師は並木をまっすぐに見つめる。並木先生、ここは彼に執刀を任せる許可を。周りの医師も並木の返答に注目している。そしてようやく並木も口を開く。わかった。頼む。ただ俺じゃ責任を取りきれないから院長に話をしてくる。
そして院長を説得し、俺は月野さんのオペをさせてもらえることになった。俺はかつてこの病院で医師として働いていた。診察やオペでの失敗はほとんどなく、合間にも論文を読み漁り研究をする。そんな生活だった。俺のことを天才外科医と呼ぶ人も多かった。その噂を聞きつけて様々な患者が見てもらいたいと頼みに来る。斉藤さんもその一人だった。斉藤さんは50代後半の女性の方だった。お孫さんもいて、その子の花嫁姿を見るのが夢だという。斉藤さんの病気は腫瘍の位置が難しい位置にあり、他の医者では対応しきれないと断られてしまうような手術を行う必要があった。しかし多くの手術を成功させてきた俺にとっては朝飯前だろうとプレッシャーすら感じていなかった俺は、斉藤さん、僕が必ず手術成功させますから安心してくださいね。お孫さんの花嫁姿、絶対見れますよ。とよく励ましていた。そして迎えた手術の日、オペを始めます。その言葉を発してから12時間にわたる長時間の手術だった。しかし俺の集中力が途切れることはなく、オペは成功に終わった。斉藤さんも麻酔から目覚め、術後の経過も安定している。これで孫の結婚式も見れるかしら。そんな話もできるくらいになっていた。オペはいつも通り順調だったな。俺の想定通りの症状だったし、これでもう心配ないだろう。そう思いながら報告書や論文をまとめていると、看護師から突如電話がかかってきた。先生、斉藤さんの容体が悪化しています。俺が病室に着いた頃には、斉藤さんのバイタルが下がり始めていた。自分の体から血の気が引いていくのがわかる。視界が一瞬暗くなる。想定外の事態に俺は軽いパニック状態だった。なんで、手術は成功したはずだ。自信もあった。それなのに。俺にはどうすることもできなかった。斉藤さんが亡くなってから、俺は手術の録画や術前の検査を見ながら原因を探ろうと必死になっていた。成功したはずの俺の手術に原因があったのか、それとも何か見落としがあったのか。必死に考えてもその答えは見つからなかった。そんな中、同期だった並木が俺の元に近づいてくる。おい宮崎、なんでこっちの術式使ったんだよ。それは諭すというよりも馬鹿にするかのような言い方だった。術前の検査でこの数値なら、俺は絶対お前みたいな選択はしてなかったけどな。パッと見ただけであれこれ言いやがって。違う、俺は斉藤さんの持病の様子を加味して、あえてそっちは使わなかったんだよ。並木はなおも不敵な笑みを浮かべる。俺の失敗が心底嬉しいとでも言うように。ああ、はいはい。お前はそうやってすぐムキになるくせに、全然先のこと見通せないっつうかね。正確な診断ができて、対処法もわかる天才っていうのは、俺みたいにたくさん論文を読んで頭に入ってるやつだよな。まあ斉藤さんに詫びろよ。お前の腕と知識のなさをな。お前。しかし皮肉にも、同期であり、ライバルでもある並木に、自分の力を過信しきっていたことに気づかされてしまう。手術はうまくいったはずだ。自分の診断は間違っていなかったはずだ。俺は腕がいいと言われていたから。そういう慢心が今回のことを引き起こしてしまったんだ。そう思った俺は、ここからさらに勉強や研究に打ち込み、論文だけでなく、過去の診断結果と照らし合わせて読み込むようになっていた。しかしその生活は長く続かなかった。病院での多忙な勤務もこなしながら、睡眠時間すら削って行う研究に体がついてこれず、とうとう俺は過労で倒れてしまった。そんな俺を見かねて妻は、ねえ、一旦お仕事休んでみない？あなたが倒れたら救えるはずの命も救えなくなっちゃうのよ。と説得してくれた。そんなことがあった後、俺はスーパーのレジ打ちを始めることになる。そして何の縁か、再びこの病院のオペ室に立つことになっていた。それではオペを始めます。久しぶりにメスを受け取る手は少し震えている。月野さんの命を預かっているんだという自覚がプレッシャーとなって押し寄せてくる。それでも絶対に命をつなぐんだ。以前の自信しかなかった自分とは少し違った思いで、
俺はぎゅっとメスを握りしめていた。その一方で、並木は青ざめた顔をして、ただ俺のオペを見つめていた。数時間後、無事に手術は成功。月野さんの旦那さんは、オペ室から出てきた俺を見て、一瞬驚いた顔をしていたが、無事に終わりましたよ、と声をかけると、ありがとうございます、と安心した顔をしていた。びっくりするのも無理はないだろう。スーパーのレジにいた男がオペ室から出てきたのだから。一通り旦那さんへの説明が終わり、報告のため並木のもとに向かうと、まだ顔面蒼白で椅子にぼんやりと腰掛けていた。並木、月野さんへの説明終わったよ。俺が話しかけても返事をしない。なあ、なんであんな処置したんだよ。お前なら検査結果よく確認すれば、どういう処置すべきか分かったはずだろう。落ち着いていればオペだってできたはずだ。並木、何か言ったらどうだ。何も言わない並木に少し苛立ってそう言うと、ボソボソとした声で話し始めた。この前の月野さんを診断したとき、特に異常はなかった。大きな病気につながることはなさそうだったし、俺が処置する必要もないと思ってたんだ。それでも倒れて運び込まれてきたんだぞ。しっかり確認しようと思わなかったのか？高くなってた数値は以前からのものと原因は一緒で、倒れた影響で一時的に高くなったと思ったんだよ。震えながら話す並木を見ながら、昔からこいつはそうだったなと思い出した。並木は俺と同じく名外科医と呼ばれていたが、病人の状態やデータを見極めて処置をしていくのが得意だった。データから可能性を絞って正確な処置を行ってくれると人気な先生だった。しかし自分がデータから導き出した答えで処置をしても治らないときはすごく焦る。ピンチに弱いタイプとでも言おうか。昔から想定外のことには弱かったもんな。最近はそんなこともなかったんだけどな。俺のデータ分析は完璧だったんだよ。特にお前がいなくなってからはより多くの患者を対応するようになったけど、それでも間違えることはなかったんだ。どうやら最近は間違えた診断をすることも想定外のオペになることもなかったらしい。それで自分の力を過信し、天狗になっていたのだろう。並木、俺も前はこれだけの論文を読んでいて、いろいろな可能性を考えて導き出した答えに間違いはないと思ってた。でもその病気だけに固執して、オペ後の患者さんの状態を気にかけれなくて助けられなかった。自分の実力を過信すると後悔することになるぞ。そう言うと、俺はうつむいている並木を置いてその場を去った。その後、並木はすっかり自信をなくして簡単なミスを連発。やがて大きな医療ミスを犯してクビになってしまった。幸い他の医師が気がつき、患者さんの命は問題なかったが、その医療ミスの噂を気にして拾ってくれる病院が見つからなかったという。今はドラッグストアの店員をしながら細々と生活しているらしい。月野さんは無事に回復して退院していった。しばらくして久しぶりにスーパーに来てくれた時には、夫が薄味でも文句一つ言わず、美味しいって食べてくれるようになったのよ、と嬉しそうに話していた。俺は今回の件を受けて、院長から直々に病院に戻ってこないかと声をかけてもらった。病院に戻ってこないかって言われてるんだけど、と妻に相談したところ、無理しない範囲で休みをちゃんと取れるなら戻ってもいいんじゃない？と言ってもらえた。本当に？うん、それにあの後、レジ打ちと家のことしながら、こっそり医療の勉強してたのも知ってるし、やめられない転職なんだろうなと思ってたから。そんな妻の後押しもあって、俺は病院に復帰することにした。今は勉強の時間が確保できるように、以前よりも勤務時間を短くして働いている。おかげで妻の手料理を食べたり、きちんと寝る時間を確保できたりして、とても助かっている。月野さんやスーパーのお客さんも、すっかり俺の患者さんとして、体のことを相談しに来る間柄だ。自分の能力を過信せず、冷静に患者さんと向き合うことの大切さについて、病院内で研修をさせてもらう機会も与えてもらった。この意識がもっと医師の中に広まっていくといいなと思っている。どんな時でも自分の能力や才能を過信せず、研鑽を積んでいくことが大切だ。
俺は患者さんからそれを学ばせてもらった。これからは一人でも多くの患者さんを助けるべく奮闘していく。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。